私は江田島で生まれました。3歳の時に高熱が出て、熱を下げる注射を打ったため失調しました。ろう学校に入学し、寄宿舎生活をしたのですが、先輩にいじめられ、何度も脱走しました。しまいには寄宿舎を出て家から通学しました。ろう学校は吉田に疎開することになったのですが、私は吉田には行きたくないので島に居続けました。昭和20年の3月に最初の空襲がありました。朝の3時か4時ぐらいに山の向こうの呉に爆弾が落ち、盛んに燃えているのが見えました。空襲は明け方まで続き、明るくなった頃爆撃機は戻っていきました。港に停泊している漁船も、また空襲が来たら船が爆破されてしまうと沖に避難して、港には利根という軍艦だけが残りました。利根も爆撃されないように山から切り出してきた木で周りを囲い、外からは軍艦だとわからないようにカムフラージュしていました。また軍の兵隊さんたちが行進してきたと思ったら、いきなり上官が兵隊を殴り始め、列の端から端までどんどん往復ビンタしているのが見えました。私は殴られる心配はないため遠くから眺めていましたが、海軍は大変厳しいものだと思いました。3月の呉空襲の後、避難していた船が戻りました。その後、地域の人たちは竹槍を作り、軍の指導で竹槍訓練を受けました。私はそれを見ていただけですが、竹槍を持った人たちは山に上がっていきました。呉に爆撃機が来ると、利根から敵機を攻撃します。撃たれた敵機からは落下傘で敵兵が降りてきます。それをみんなで山に登り探しに行き、3人の捕虜が連行されていきました。あの捕虜はどうなるんだろう。きっと首をはねられるに違いない、と皆が話していました。2回目の大空襲は7月5日です。島民は皆外に出てのんびりしていましたが、空襲警報のサイレンが鳴り、急いで防空壕に駆け込み、目と耳を押さえました。空襲が始まると、みんなドカンドカンという音に怯えていましたが、私は爆撃の振動だけでそんなに怖いとも思わず、ただ空襲が終わるのを待っていました。防空壕の中では聞こえる人たちはいろいろ話をしていましたが、私は聞こえないので何もすることがなく、一人退屈で仕方ありませんでした。やっと爆撃が終わって敵機が去り、外に出た私たちは他の人に誘われるまま海に船を漕ぎ出しました。爆撃のショックで海面にはたくさんの魚が浮き上がっていました。死んだのは取らないで、よろよろと泳いでいる魚だけ取るんだと言われて魚をすくい上げました。その後また空襲警報が鳴り響き、船の上にいた人々は大変だ、また敵機が来ると騒ぎ出し、港に戻る時間はないので海に飛び込みました。私は船の上で空を見上げていたのですが、危ない、弾が当たると言われ、海に飛び込んだら近くに爆弾が落ちました。
ものすごい水柱が上がり、船は木の葉のように揺れ、私も渦の中に巻き込まれました。鉄器が去った後、船によじ登ってすぐに港に戻りました。取れた魚をみんなで分けてリヤカーに積んで帰りました。父はさぞ喜ぶだろうと思ったら、この魚どうしたんだと聞くので、みんなで取ったと答えました。死んだ魚か。いや、弱った魚だけ取ったと言ったのですが、父はこの魚は食べられない。海に投げてこいと言うので、仕方なく捨てに行きました。その後友人に聞いてみると、あの魚を食べた後下痢をして大変だったと言われ、別の人もそうだったと聞きました。多分海中に落ちた爆弾から有害なものが流れ出し、その海水を飲んだ魚を食べたのでお腹を壊したんだろうと思います。その次の空襲は7月23、24日でした。私は友人たちと海に潜って貝を取っていました。海に潜っている時、空襲警報が鳴り出し、みんなは逃げていきました。私だけ何も知らずに潜り、衝撃を感じて海面に上がったら、もう爆撃が始まっていました。海には誰も残っていません。早く早くと呼ばれて、私は水中メガネもモリも放り出し、必死で泳いでいきました。そして丘に上がると危ないので、高い岩と岩の間の隙間を渡り走っていくと、防空壕がありました。ガンガン叩くと、中にいた人が開けてくれて入れてくれました。爆弾が落ちる時の振動はものすごいものでしたが、鉄器が去り、やっと外に出ました。利根も爆撃を受け出火していましたが、みんなで消火作業をして消し止めました。4回目の空襲は7月27、28日です。家を出てすぐにサイレンが鳴り出し、人々は蜘蛛の子を散らすように逃げていきました。私は聞こえないのでのんきに歩いていたのですが、ふと気がつくとどこの家にも人がいないのです。防空壕に入るのが嫌で外にいたのですが、隣組の当番の人が空襲です、逃げてくださいと近所に叫んで回っているのに会いました。飛行機来る、爆弾落ちる、逃げろと身振りで教えてくれたので、走って防空壕まで行きましたが、やっぱり入らずに自分の家に戻りました。家中の窓を全開にして周りを見渡すと、畑にも誰もいない、海にも船一艘出ていない、人っ子一人見当たりません。利根の乗員だけが慌ただしく船に乗り込んでいるのが見えました。そのうち鉄器が襲ってきて爆撃が始まりました。利根からの一斉射撃も始まり、空からと海からの激しい撃ち合いになりました。鉄器が上空を通過するたびに地面が揺れるほどの振動を感じました。爆弾が近くで炸裂すると家ごと揺れるような衝撃が走りました。窓を開け放っていたため、爆風があちこちから吹き込んできて、衝撃で屋根の瓦がバラバラと落ちていきました。その後、利根に火災が起き、軍の関係者たちが集まってきたのですが、電話連絡も回線が切れていてできません。何度電話をかけても通じません。協議していたようです。そして上官たちは港に整列し、異議を正し手袋をはめて一斉に敬礼しました。上官たちが涙を流しているのが遠くにいた私にも分かりました。利根からは真っ赤な火柱が空まで上がり、
みんなそれを見上げていました。私も見上げると、炎は上空の雲まで達し、雲を伝わって広がっていました。港からではなく、利根の周りにいた船が次々に救助に行き、亡くなった乗員やけが人を運び出しています。遺体は岸に上げて並べられ、怪我をした人たちは移送されていました。7月28日以降は空襲がありませんでした。それまであんなに何度も空襲が来て、みんな右往左往したのが嘘のような静けさでした。8月6日になりました。たまたまそばにいた人に見てごらんと言われて空を見上げたら、一機だけ飛行機が見えました。何機も編隊を組んできたらすぐに逃げるのですが、一機だけなんて珍しいなと戻っていくのを見送りました。その途端に強烈な爆風と衝撃が襲いました。何事かと思い学校の屋上に上がってみると、下から大きな雲が湧き上がり、キノコ状になってもくもくと上がっていくのが見えました。そしてその雲の周りを B29 が旋回しています。原爆投下直後の地上の写真を撮っていたのだと後になって分かりました。そばの聞こえる人に、あの雲は何だろうと聞いたら、爆弾が落ちたと身振りで答えました。夕方になると、船でやけどや大怪我を負った人々が運ばれてきました。島の人たちが手当てをするために担架で運んでいくのをこわごわついていき見ていました。港に戻るとまた次の船が来て、次々と怪我人が運ばれてきました。夜になると広島市内が真っ赤に燃えているのが見えました。翌朝も真っ黒な煙と白い煙とが入り混じっているような何とも言えない様子でした。戦争は8月15日まで続きました。ラジオで玉音放送がありましたが、私には分からなかったので尋ねてみると、戦争は終わった、日本は降伏したということでした。しばらく経って海で泳いでいると、人の骨とか体の一部が波に揺られてこっちに流れてきます。そばに来ると強烈な匂いで、離れようと必死に泳いだのですが、私の後をついてきます。慌てて潜り、少し離れた海面に上がってみるともう来ていないので、ほっとして海岸に上がりました。岸壁に座っていた人たちも、腐敗しかけた白い人体の一部が打ち上げられ、ものすごい匂いにこれはたまらないと棒を持ってきて海に押し戻していました。おそらく原爆が落ちた広島から流れてきた死体か、爆撃された利根の乗組員のものかどちらかだろうと思います。昭和21年の1月ごろ、友人たちと一緒に利根に入ったことがあります。沖に停泊している利根には立ち入り禁止でしたが、構わず小舟で近づいて階段を上り、甲板まで上がりました。利根はかなり傾いた状態で、上から見下ろしたら怖くなるような角度でした。中のはしご段を伝って降りて船内を見て回ると、ある部屋にたくさんの本があったので、何冊か取って帰りました。
ろう者の友達が欲しがるので一冊あげたら、明日連れて行ってというので、一人じゃダメだ、兄貴か誰か連れてこいと言い、何人かが集まって翌日また船で利根まで行きました。本は上の方の船室にあるのですが、船底まで降りてみると真っ暗です。歩いていると人の頭のようなものが足に当たり、頭蓋骨かと思って恐る恐る持ち上げたら鉄兜でした。ラムネの箱を見つけたので、瓶を叩き壊してはビー玉をポケットに入れていたら、一緒に行った聞こえる仲間が、船がこっちに向かってくるよと慌てています。そんなことはないだろうと思ったのですが、甲板に上がってみると誰かが来るのが見えたので、慌てて船に戻り、反対側の方向へ逃げました。見張りの船らしいのが追っかけてきたのですが、私たちは何も持ってないし、なんだ子供かと思ったらしく戻っていきました。ほっとしました。その後、学校に行きなさいと何回言われても行きたくないと言い張りました。昭和22、3年になると、私をいじめた先輩たちは卒業していったので、学校に戻り飛び級をして早く卒業しました。